これ味付けがめっちゃ日本酒に合うんで、めっちゃお酒進むなみたいな。地元で食べても美味しいじゃないですか。それを東京家の近くでも食べられるので。山形の特徴で四季が濃いじゃないですか。だから春夏秋冬なんか季節のものを出しやすいし、肉もあるし米もあるしそばもあるし、あと日本酒が美味しい。もう調味料から野菜、海産物、米、ほぼほぼ山形から取り寄せて使ってます。食材自体がやっぱうまいんですよ。そうするとその変に手加えるとその良さが失われちゃうんで、なるべくはこう足し算より引き算の料理にしたいなっていうのはあります。自分の思想の中では。今やってるのが営業の芋煮の仕込み。芋煮は山形の郷土料理なんですけど、新里芋が秋に収穫あるんですけど、その収穫祭がもともと始まりで、今はもう山形の人のバーベキューみたいなノリでやるんですよ。みんなでこう河原で大きい鍋で仕込んで、みんなでつっついてお酒飲んでっていうのがその時に食べるもので、多分収穫祭がスタートだって知らない人が多いかもしれない。味付けは2パターンあるんですけど、醤油味と味噌味ってあって、内陸の人は醤油味で牛肉使うのが多いんですよ。が結構メジャーで、庄内地方行くと味噌味で豚肉使うところが多いです。ここは醤油と牛肉は内陸風で一緒なんですけど、こんにゃくとごぼうときのこを入れます。あとはちょっと締めにカレーうどんやったりするので、ちょっと出汁をその分多めにして仕込んでます。でもやっぱ家庭料理に近いので、その地域で入るものは変わります。きのこは好みで、大体しめじとかが入るのが多いですけど。これコースのそれの焼き物、これは庄内鴨っていう鴨なんですけど、少ないんですけど、庄内でね飼育してるところとか、あと最上も飼育してるところありますね。合鴨ですけどね。これも山形の、ね、そうです。こちらはね鶴岡の羽黒町っていうところがあって、源助っていうブランドでやってるそこのお米になります。もうマラノもお米めちゃくちゃファン多いので、はい、店で食べて自宅に欲しいって言われて、で紹介して自宅で取られてるお客さんも多いです。だしはですね、あらかじめ下味をつけたものがあって、基本夏野菜、それを刻んで、醤油で単純に和えただけなんですけど、家々によってはが米昆布っていうちょっと粉末状になっている昆布入れたりとか、あとオクラ入れたりとか、生姜入れたり、あと山菜の時期だったら水を入れたりとか、その時期でちょっと変わる。基本的には夏が山形暑いので、その食欲がない時に食べる料理として山形では根付いてる。これはもう山形のこの時期取れる有名なつるむらさき。ぬめりが強くて、甘みもあって、で程よい苦みというか香りかながあるので、好きな方多いですね。歯ごたえもあるんですよ。ちょっとシャキッとして。これは山形県の東根というところがよく
名産で作ってる焼き風ですね。それをだしで炊いてます。でこれ冷やして先ほどのつるむらたきと一緒に合わせておひたしとして出します。これも漢字のきゅうりっていう最上地方の伝統野菜で黄緑色の状態のきゅうり、これを煮て冷製のあんかけにして出します。冷たい煮物ですよ。すぐこう出せる料理のアラカルトの中にこうジャンルがあるんですけど、そこの料理を 7,8 種類ぐらいいつもあるんですけど、でそこからまあ3品ぐらい盛り合わせて出してるんですよ。これが冬ぐらいになると生鮮がなくなるんで、まあ、乾物だったりとそういうのが出てきます。これね唐揚げの下味ですね。山形の最上鶏っていう、まあ、ブロイラー種なんですけど、唐揚げで使ってる鶏で、あらかじめこうやって山形醤油でなじましといてで揚げてるんですけど、下処理ですね。いいよね、山形料理屋だからさ、まかない美味しくていいよね。米も美味しいしね。違うね。うちのカレー屋もやってるんですけど、はい、まかないやっぱカレーになっちゃうんですからね。ああ、まあまあ。山形料理でよかったね。せっかくご来店していただいたので、一応なかなか出た一番最初にもう14代をお番台に合わせてお出しさせていただきます。14代はですね、まあ、もうみんなビッグネームなんで知ってる方多いと思うんですけど、うちでもまあ月に3本ぐらいしか入ってこないですね。山形県でも3番目に多い生産量を誇っている蔵なんですけど、もう取引先が大体決まっちゃってて、新しく手に入れることはちょっと難しいですね。だからあんまりこう身近じゃないというか、飲んだことない人も多いですね。美味しいね。なかなか飲まないとね、最高です。フルーティーですね。フルーティー。めっちゃ余韻がすごい。いや、14代はなかなか手に入らないんで、びっくりしてます。最初に出てきて、口当たりも良くて、スキッとして、いや美味しいですね。なんか綺麗なお酒ですね、やっぱ14代。里芋大好きなのでこの味付けがめっちゃ日本酒に合うんで、めっちゃお酒進むなみたいな感じます。いただきます。醤油が丸くなって飲みやすいというか、なんかすごい温かみありますね。たくさん刺しさ2枚だし豆腐に塩水5です。はい。
塩むすびはですね、やっぱお米、うちのお米のファン多いんですよ。シンプルにもう塩むすびで食べたいっていう人多くて。もう太陽ごちゃしてる。はい、ありがとうございます。私はシュトーチーズ。失礼いたします。満メニューです。これですね。山形の馬刺し。ありがとうございます。山形の馬刺しは長いとか白鷹っていう町があるんですけど、そこら辺がメインでよく食べますね。山形県全域では食べているものではないです。熊本の馬刺しとはまた違って、霜降りじゃないです。赤身がメインです。山形の冷たい肉そばって河北町が発祥であるんですけど、ルーツ的には蕎麦屋さんで馬刺し食べてた人が馬の肉をそばに乗せて食べたところから始まったっていうのは一つの諸説である。馬刺しはすごく本当に美味しかったですね。山形牛も結構ランクが結構幅広くあって使いやすいんですよね。グレードの高いやつもありますし、ちょっと安めの安価なところから使えるんで、居酒屋さんとかには使いやすいと思います。いやもう本当になんか近寄らないでほしい。すぐ行く。寿司だ。しかもこれ。それではお客様、続いてのお食事です。庄内鴨あとオクラ。嘘ですね。それ本当かが状況。もういいですね。一番最高です。新しいなんかこう鴨の旨味が日本酒と一緒に合う。なんかベアリングでどんどんこう日本酒が提案されるんで、それと食べ物とそれがもうあって。僕ワイン好きなんですけど、日本酒の方が好きになっちゃうんじゃないか。5番さんお食事、もみ小鉢とマトンケーキ、しそばつけ、ゼラチ豆で焼き、ママシのハーフです。玉こんにゃくは玉状になっているこんにゃくをスルメとあと昆布で山と醤油でちょっとじっくり 2,3 時間炊くんですけど、こんにゃく自体、白いこんにゃく自体を空炒りして周りに火通すと味が入りやすくなる。そこに醤油入れて煮詰める、煮絡めるみたいなのがそうやって作るところも多いです。うちはもう3時間ぐらいコトコト出し、こんにゃくのつゆで炊いて、で中までもう醤油が染み渡るぐらい入れちゃってゆっくり煮てますよね。玉こんにゃくです。玉こんにゃく。はい。小松の天ぷら。
はい。これいつも毎回食べてる、はい、お気に入りの味噌巻き。なんか中に味噌みたいなのが入ってて、ちょっと辛いのでお酒に合います。なるほど。もう全部日本酒と合うんで、日本酒とりあえず日本酒飲む。だだちゃ豆は山形県の鶴岡の名産で、もともとのルーツは新潟の茶豆が山形県に伝わって、で山形県で品種改良されて今に至る、一番なんかその中でも上級って呼ばれてる、白山地区っていう地区があるんですよ。そこは品質を保つために生産していい農家さん決められてます。誰でも作れないですね、そこの地区は。オートバイに乗るので、よく山形まで行ったりとか、東北をぐるっと回ったりとかして、つい先週ぐらいも山形合算回ってきたりとかして、地元で食べても美味しいじゃないですか。それを東京、家の近くでも食べられるので、茹でか焼きか迷ったけれども、焼きにして正解だったなと思いつつも、多分茹でにしても正解だったなと思うんだろうなと。たくさんお食事、玉こんに板そばに追加つゆ1です。山形代表的なそば粉って最上早生とか出羽香織っていうその最上早生のなんか大粒のものだけが取れるように品種改良したやつなんですけど、その辺がメジャーで、そのそば粉を山形の方で製麺してもらって生麺のまま直送してもらってます。田舎そばってちょっとボソボソして太いのが多いんですけど、居酒屋の締めに出してるんでちょっと喉越しのいいタイプのものに変えてますね、配合の方とかは。そばつゆとかはね自分の店舗で仕込んでるんで。失礼します。板そばです。どうぞ。へきそばとちょっと違ってみずみずしくて美味しかったです。2009年に社長と僕で2人で始めたんですけど、最初はもう山形料理とかじゃなくてね、2人でなんか高円寺に出すからね、高円寺っぽいことやろうみたいな感じでいろいろ考えたんですよ。高円寺カクテルとかことごとく失敗しちゃって売りを見つけようと思って話し合ったんですよ、社長と。そしたらルーツが2人とも
山形ってこと分かって、社長は山形生まれ山形育ちだし、私も父親とかおじいちゃん山形出身だから、だったら山形料理で行こうみたいな感じで山形料理の店出したんですよ。結局山形料理が一番評判が良かったんで、これで山形料理行こうと思ってちょっと軌道になってきたんですよね。山形料理って実は居酒屋にめちゃめちゃ向いてて、山形の特徴って四季が濃いじゃないですか。だから春夏秋冬なんか季節のもの出しやすいし、肉もあるし米もあるしそばもあるし、あと日本酒が美味しいっていう、もう山形料理屋もザ居酒屋ができますんで、もう相性良かったです。マラって実は古い言葉でサンスクリット語でマーラって言って煩悩って意味なんですよ。カルマって対義語で、ね、真面目に悟りを開くのとは全く逆で、悟りを邪魔するものにマラじゃないですか。でもよく考えたら居酒屋って全部マラだなと思って、要は楽しい時間も美味しい食事も全部マラなんですよ。なんか余計な回り道とか楽しい娯楽って全部マラなんですよ。高円寺で住んでて、この回り道にこそ楽しいものがあるとか、余計なことこそ楽しいとか、居酒屋なんか煩悩を売ってますからね。煩悩こそやっぱ人生において楽しいことだと思ってますけどね。原点はおばあちゃんですよね。僕でも料理の世界入ったのが19からなんですけど、その時は京料理を学んだんですよ。なんで味付けのベースはなんか京料理に寄せて出来上がったんですけど、山形の味をこうミックスして今に至る感じなので、山形というベースは子供の頃はやっぱおばあちゃんですかね。なんか食材自体がやっぱうまいんですよ。そうするとその変に手加えるとその良さが失われちゃうので、なるべくはこう足し算より引き算の料理にしたいなっていうのはあります。自分の思想の中では乾物だったりとか塩蔵品とか、山形結構技術がすごくて、で大体おじいちゃんおばあちゃんとかみんなできるし、でも若い子たちそれができないんで、それだから受け継いで伝えていくみたいな。でもそういう知識がねもうなくなってっちゃうのも寂しいので、伝えていきたいし、なんか使って食べてもらって納得してほしい。自治体と一緒に仕事をやったりも今度始まるんですけど、西川町っていう町なんですけど、人口が5000人切りそうで、それこそ深刻な町なんですけど、企画立てて東京で店舗を持ちまして、そこで PR していく、そういったのをきっかけに、地元のいいところをこうプレゼンできて、で、ね、興味持ってもらったら、地元で例えば農業やってみたいとか、山形住んでみたいとか、そういうのにこう結びつけられたらいいですよね。住むまで行かなくても、例えばちょっと遊び行ってみようかなから言っていいんですけど、なんかつながっていけばいいですよね。